皆さん、こんにちは。漫画家の新本慎です。です。よろしくお願いします。お願いします。ということで、今日はですね、またコメント欄に来ていた視聴者のお悩みに答えていきたいんですけども、今回は、推しがうまく描けませんというお悩みにお答えしていきたいと思います。推しね。推しというのも幅広くみんないるとは思うんだけども、この場合の推しは多分おそらく2次元のキャラクターの推しと、3次元のアイドルとかそういう推しがいると思うので、今回は2次元でも3次元でも OK な推しをうまく描く方法を教えていきたいと思います。みんな描きたいもんね、そりゃね。結構さ、見てるのよ。ファンの人たちとかが SNS で誕生日の時にイラストをあげたりとか。それこそシーモン先生のファンだったら、漫画のキャラ描いてるとかね。そうそういうね、活動してる人たち確かに見るので、そういう時はぜひ役立ててほしいし、でも2次元でも基本3次元でも、意識するっていうところは一緒で、3つのね、意識してほしいポイントがあるので、そこを知ればね、誰でもきっとうまく描けるようになると思います。最後に実際私が過去に描いた実用例も見せようと思うので、ぜひ最後まで見てください。それでは早速やっていきましょう。はい。じゃあ早速、推しをうまく描く方法を説明していきたいんですけども、2次元の人も同じなんだけども、主に3次元の方が難しいと思うのでイラストにするの。リアル人間の方がそうそう。よりそっちを今回はベースに説明していきたいと思います。で、まずポイント1なんだけど、ここを頑張ればいいっていう大事なところが、想像もつくと思うこれ目です。目をいかに本人に形を寄せていくかっていうのが、推しをうまく描くポイントなので、やってみましょう。実際はみんな自分の推しの絵とか写真をね、用意してほしいんだけども、私たちは今ここに出せる推しの写真とかがなんもないので、私と S 君でいきたいと思います。ここに私と S 君と、こっちゃんが真ん中にいるんだけども、が恐竜博物館に行った時の、こんな写真しかなかったんかいっていう感じなんだけど、ちょっと恥ずかしいよ。こんな写真しかなかった。こんな写真があって、ちょうど私と S 君が同じ位置にあったからね。っていうのはなんでどっちか2人をやるかっていうと、これ人によって全然顔って違うじゃない。そうね。だからたった一人の人で説明しちゃうとみんなね、わかんないよってなっちゃう可能性があるから、ちゃんと私は2人の人を描きながら説明していくから。みんなは自分の推しをとりあえず見てくれれば大丈夫です。で、目です。で、目をまずは一回そのまま描きます。これ2次元の人もね、模写ってことつまりはね、これ見たまま描きます。見たまま描くってことだから、正直リアルな人間の目にはなっちゃう。そうだよね。いつもシモン先生が目の描き方とかで教える、すごいリアルな人間の目ね。もう S 君のもう俺目ないやん。ちょっとこっちに描きすぎたから、そこで真ん中で区切るね。こっち側 S 君、こっち側私ね。もはやないやん、俺の目。これ今、私が模写した S 君の、でも待って。よーく見ると S 君は例えばここにこう涙袋が結構くっきり出てるなとか。でもちょっと二重の線はもうほぼほぼ笑っちゃうとこ見えないなみたいな。やめてくれ、そのまじまじと恥ずかしい感じ。で、私の方もよーく見ます。はい。私の目も、上に山なりに目があって、こっちの目も上が山なりになって、こんな感じ。はい、これです、これ。これ私の推しの目です、今、現状ね。推しの目。でももちろんこれをみんなが描きたいんじゃないの、私も分かってる。これをいかに自分の絵にね、デフォルメしていくかっていうことなのよ。じゃあ次にさ、みんな自分の描くよくある目っていうのがあると思うんだよ。ここの真ん中ら辺に私は描くけど、みんなはよくある自分の描く目を描いてみてほしい。自分のいつものイラストの目ね。これ私がいつも描く自分の目ね。なるべく一回ここを通ってこの目を。で、ここに出したいの、デフォルメとして。っていうちょっと難しい話をしてるけど、だから自分の絵でいいのね、描くものは。だけど、ここを意識して脳内に入れたままこれを描きたいっていう感じなので、ちょっと難しいけど練習あるのみなんでやってみます。じゃあまずは自分の目の方いきますね。でも私の目はあまり個性なかったけど、上にこう描いてるから、そのイメージで、まず上側の目のこう描く。で、やっぱりリアルな人間なので、ちょっと人間のこのさ、漫画のキャラって結構縦長の目してるじゃない。で、パッチリまん丸みたいな。リアルな人間はこう横長の目って言えばいいかな。アーモンドっぽい形してるじゃない。これを
自分の描く漫画の絵のに寄せてきちゃっていいから。だからこのちょっとアーモンド感を意識しながらも、本来の人間よりも縦長にする。で、目も普通に自分の漫画の目に合わせて描いてあげる。で、人間の目は真っ黒じゃない今模写した時ほぼほぼ。でもそこはぜひハイライトを入れてあげて、ただここでね、あんまりこうよくある漫画のキャラみたいにこういう目にしてっちゃうと、すごい漫画っぽくなってっちゃうのね。これが似合う場合と似合わない場合があるから、ちょっとキラキラさせすぎにはリアルな推しを描くときは注意した方がいいです。これ。で、目の下にあったこの涙袋は正直描いても描かなくてもいい。なんかすごく涙袋が特徴的だなと思う人は描いてあげた方がいいけど、そうじゃなかったらあんまり描かない方がいいかもしれない。で、今度こっちは S 君のこの目ね。俺なんかここないよ。でも S 君の目の方が描きやすいの。要はこの、やっぱ特徴的な目をしてるから、超デフォルメすると、漫画でよく見るね、にっこり笑った目あるじゃん。狐みたいなね。まあ、こう、狐っていうか、にっこり笑った目。正直これでいいのね。超簡単じゃん。超デフォルメする。でも、まあ、もっとリアルな目を開いてる風に描きたいよって人もいると思うから、その場合は、やっぱり、この始まりと終わりを意識して、自分がいつも描く絵あるじゃない。それよりも、まあ、細いっていうイメージで描いてあげれば OK。私の絵では結構これはかなり細めのキャラなのよ。これぐらいいくとね。で、あんまり目はキラキラさせなすぎない方がリアルな人間を描くときにはいいと思う。細めの人はそっちでも OK ってことね。そうそうそう。これぐらいでいいと思う。これぐらいの目のイメージです。だから、別にこれを描かなくていいし、でもこれにすごく寄せていいんだけど、気持ちいいこの本人の目を一応知っておくってことが大事。とにかく脳内に入れておくってことが大事。これがポイント1でした。じゃあ次ポイント2です。で、次のポイントに、実はみんなすごく適当に忘れがちだけど、ここ実は結構かなりの重要ポイントで、眉毛です。眉毛ね。眉毛は正直目とセットでなんとなく描いちゃう人が結構いると思う。言われなかったら意識せず。ただ、その人の本人に似せるっていうのは、実は眉毛の形に似せるっていうのが、私の経験上めちゃくちゃ大事なのね。いわゆるゴングドなのか、細いとかそういうこと？まあそれはさ、漫画キャラ的な考え方で、人間の場合はね、角度だったりとか、その人特有の眉毛の形があるの、実はね。そうなんだ。それをね、ちゃんと見てあげることが大事。何にも考えないで、私がいつもの癖で描いたらね、どうなるか。こんな感じです。まあそうね。私のいつも描く感じです。これだと、まあ正直もう誰でもないのよ。なるほどね。でもこれを本人をよく見て描いてあげるのが大事です。これちょっと良くないでね。で、こっち、よくいいか見る。この、まあ写真も見るし、見るけど一応本物も見るね。写真じゃわかんない。S 君の、そうやって見てみると S 君の眉毛は、意外とこういう平行的な眉毛をしてるっていうのがわかるんだよね。こうやってこう平行的な眉毛で、こういう眉毛です。こういう眉毛。こういう眉毛してる。一回こんな感じ。こうすることでだよ。これよりもこっちが多分本物の S 君に近づいてるはずないよ。で、まあ白じゃないからちょっと薄くこう黒くね、やっとくとよりイメージ湧きやすいけど、なんだったらこの時点でメガネもついてんだら、その人がいつもね、この S 君だとついてるじゃない。でも俺メガネいつもここではね、反射しちゃうからつけない、つけないね。ここにこうやってメガネをつけといてあげてもいいもん。そしたら結構メガネいつもつけてる人だったら、かなりその人に似るから。そうするともうここがほらなんか似てるすごく。なるほど。っていう感じで、まあ一回メガネ外しとくけど。メガネ外しといてね。でも今度私もやります。私はこれ結構見えてるよ。本当だ。で、私の場合は、なんだろう、ちょっとこう、こになってる眉毛って言えばいいの？本当はだからちょっと笑ってるからこう柔らかくね、まあ、ムってなるとこうなるけど確かに、まあ、でもまあ一回これを参考にこんな感じ、で完成もはやね。これだけでも正直結構推しらしくなるはずなので、ぜひちょっとそこを今まで手抜いてたかもとか眉毛あんま意識してなかったもんって人はぜひね眉毛を似てるって意識を持ってみてください。じゃあ次最後なんだけど、最後のポイントいきたいと思います。はい、じゃあ今までちょっとやってきたこの目とここに眉毛を置いた上で、最後本当に似顔絵描く作業に入っていきたいと思います。ただここでみんなに一個思い出してほしいのは、似顔絵を描きたいけどみんなが描きたいのはきっとだよ。よくある似顔絵アーティストの人とかが描くような似顔絵というよりかは、
漫画っぽいイラストで自分の絵でいかに推しを落とし込むかって話だと思うんだよね。今回みんなが私も教えたいことっていうのはね。なので、正直ちゃんと似せる人たちってのは骨格からとか輪郭から似せるんだけど。あとなんかめっちゃ特徴のその人の要は例えばだけど、明石家さんまさんは歯が出てるから歯をめちゃくちゃ出すとか。俺とかだったら目が細いから、そうとか、鼻がちょっと大きい人は鼻を大きく描くとか、よくね。よくあることなんだけど、そういうことは無視します。なるほどね。要は私は漫画らしく自分の絵柄で描きたいのよ、推しとかをかっこよく可愛く。なので輪郭はみんな自分の描きやすい輪郭で大丈夫です。なるほどね。いつも描く輪郭でいいってことね。そこをあえてなんか本人に似せて誇張していくと、なんかユニークなイラストになっちゃって、ちょっと私が求めてるイラストと変わっちゃうから。なので私はもう輪郭はいつも通り自分の描く輪郭でいきたいと思います。だからこそ眉毛と目でその人を表すっていうことね。そう。ということで、まず輪郭を描きました。で、ここでさっきやったこの目と描いていこう。で、リアルな人間と見比べたらだよ。ありえないぐらい化け物級に漫画やアニメのイラストは目がでかくなります。けどそこは気にしないで、本物見るとどんどん目がね、あれこんな目でかくないじゃんと思って、リアルなサイズに寄せちゃうとね、私のこの絵で言うと今私これでまぶってあげて、実際はこれぐらいの目で十分なのね。だけどこんなんだとちょっとちっちゃすぎちゃうから、大きく描いてあげてください。あとここで一個豆知識なんだけど、このハイライトをね、大きめに入れてあげると、目が大きい人の印象が出て、ハイライトをあんまり入れないで、黒目がちにしてあげると目がそんな大きくない人のイメージがね、出るから、そういうところでも差が出しやすいから、ちょっと微妙な調整するときはそういうところで、ハイライトの調整してみてください。はい。はい、ということでここまで描けました。はい、そうなったら、本当はだから鼻と口にもその人の特徴ってあるんだけども、そこはもう誇張しなくていい。鼻は私の場合いつも点だからもう点で表してあげる。で、口も誇張しなくていいです。いつも自分の描く口でいいんだけど、一個やってあげれることがあるとしたら、その人の笑い方、口角の上がり方って言えばいい、口がどう笑うかっていうのが、その人ちょっと癖があるかもしれないから、それを合わせてあげたらいいと思う。私なんかは結構歯が出ちゃうから、この歯をちょっと出してあげるとか。S 君の方が横に綺麗に広がる口してるよ。私のがなんて言えばいいの、こういう口。S 君のがこういう口してるよね。そういうのをちょっと意識して描いてあげるといいです。だからそれもそのまま描くんじゃなくて、そんなんだなーって頭の中にちょっとあればいい感じ。ちょっと絵にしてみるね。私と S 君の笑い方の違いを。こういう感じの笑い方。これだけでもちょっとさ、違いが出る。その人らしさが出るっていうか。でもなんか嫌な誇張をしてないでしょっていうぐらいでいいから、口とかはみんなね。で、ここまで来たらあとはだよ。もう髪型を描くだけ。でも髪型は正直リアルな推しはその時によって違うだろうから、ぜひ自分が描きたい時の参考に描いてください。で、二次元の人を描く時っていうのは、もうみんなそのまま参考に模写すればいい。で、ただここまでちょっと二次元キャラの人たちのこと置いてきちゃったけど、二次元キャラの人たちは模写になりすぎないようにだけ気をつければいい。要は見すぎると本当に元の絵をそのまま模写しただけになっちゃうから、自分の絵に落とし込むっていうことで、さっき言った目もね、模写した後自分の目の絵を描くじゃん。でそれをもう一回自分の絵にする。昔だから模写のやり方みたいなので、何回も同じやつを描くみたいなのをしていくと、どんどん自分の絵柄になっていくみたいな、そういう感じでぜひね、自分の絵柄で描くことを忘れずに。ただ髪型は絶対本物に寄せてあげてください。そうしないと別キャラになっちゃうかもしれないから。ということで、髪はちょっと本人を見ながら描きます。本物を参考に見て描いたらこんな感じになりました。ということで、ここでいいんだけど、最後にポイント3です。配置です。配置？パーツの配置。ここまで来て、もうここで完成されてて、本人に激似ないなってたらもうみんな終わりでいい、正直。だけど、似ないわって問題が絶対出てくるのね。その時にパーツを、配置をちょっといじってあげるっていうのが大事で、要はパーツを誇張する必要はないんだけど、配置っていうのはその人なんか癖っていうか個性があるんだよね。鼻がこの人はちょっとこの辺の位置、目が寄ってる、目が離れてるとかが分かりやすいけど、口がちょっと上の方にある、下の方にあるとか。で最後に、これデジタルの人じゃないとできなくて、アナログの人は一回消して書き直すっていう大変な作業になっちゃうけど、微調整をここで選択とかしてずらしながらやっていきます。なんか目はもうちょっと離れててもよかったかなとか、そういうことをね、
やっていきます。例えば S 君だったらもうちょっと目と眉毛の位置近くてもよかったかなとか。なるほどね。はい、ということで、今回はこんな感じです。パーツの配置の微調整をして完成です。正直これ単体でシンモとシンガとやると分かりづらいけど、この2人を並べたらなんか SS 漫画ダイアリーかもしれないという感じが伝わるんじゃないかなという。やっぱ分かりやすい顔してるんだよね、俺が。俺がね。描きやすい。シンモ先生はやっぱちょっと結構一般、違うみんな言う。整ってると言ってくれさ。整ってると。整ってる人は描きづらいのよ。みんな推しがうまく描けないのは整ってるからと批判が来るかもしれない。こんなこと言ったら。推しがうまく描けない整ってるからだっていう風にみんな納得すればいいから。あとは、もし、推しにより愛情があってね、自分が推しをより深くね、理解してるっていう自信があるんなら、2次元でも3次元でも、その人らしいアイテムを足してあげてください。例えば S 君だったとしたら、なんだろうな。S 君らしいアイテム、みんなからうちの視聴者からのイメージだとなんだかちょっとわかんないけど、例えばここに目玉焼きの服を着せてあげるとか。最近着てないけどね。例えば私、新本だったらここに新本先生を乗っけてあげるとか。だからこういうことをすれば、より、あれこれ SS 漫画ダイアリーの2人じゃねっていうところに近づくのよ。ぜひより推しらしさを足してあげるってことも最後忘れてやってください。で、最後に、私が過去に実践した、リアルないる人たちのイラストを見て終わりにしたいと思います。例えば、これは前企画で撮った S 君を描いたやつ。さっきの S 君ほら目を閉じさせちゃったけど、目を開かせるんだったらこんな感じ。自分のイラストで S 君の目をそのまま描くならこんな感じ。こっちの方がイケメン感あるな。いいのよ、おきめにみんな描いてあげてよ。わざわざ変に描く。より美化してあげてよ、みんな似顔絵を描くときって。これ推しに描きるやつだよ。友達の似顔絵とか描いてあげるときに、そんなもう美化して描いてあげて嫌がられることは 100% ないよ。そうだよね。それを逆に言えばなんかこの子ニキビすごくあるからニキビ描こうとかそういうことは絶対みんなやっちゃダメだよ。だけど、なんかポイント拾ってあげた方がいいパターンっていうのもあります。それが、例えばこんなパターンです。これ、私が、あいみょんさんを描いたイラストなんだけど。これめっちゃ似てるわ。あいみょんさんはやっぱここのほくろ。これはやっぱ特徴的なほくろでしょ。だから、ほくろは拾ってあげていい、正直。なるほど。ただそれがその人のなんかコンプレックスじゃないかどうかだけを考えた上で、なんか絶対この子はいつもコンシーラーでほくろ消して、絶対みんなに見えないようにしてるっていうほくろだったらそれは消してあげてね。もう自分がだから、あえて、チャームポイントと、そう。してるほくろとかはぜひ推しにあった場合は書いてあげてください。わかりやすいね、そういうのね。これは、さっき言った、目と眉毛の形をめちゃくちゃご本人に似せてたパターンが、これ、須田将暉さんを描いたイラストなんだけど、似てると思う。なんか須田将暉くんって、眉毛の形が意外と、先が細くて後ろが太くなるっていう、綺麗な形の眉毛してんだよ。それを特徴的に描いてあげると、やっぱ結構ご本人らしさとか、私のイラストなんだけど出てくる。確かに。言われたらわかるって感じ。あと綺麗に鼻の形が整ってたっていうのは私の印象ね、見て描いた時のね。さすがやっぱ芸能人は整ってて難しいのよ、すごく。でもこれもさっき一番最初言ったポイント1、2をすごく意識して、特に眉毛の形を。目と眉毛をね。そう、眉毛をすごく似せてあげたら本人に似たなってパターンです。で、最後に。本人に一人一人は似てないんだけども、さっき言った集合体で描いたら伝わるパターンです。やめろ、そういうこと言うの。違うよ、これ私ちょっとやっぱ自分の絵柄で描きたかった。これは花子さんと共演した時に、花子さんの描かせていただいたイラストなんだけども、単体で描くとね、それぞれが似てるとはとてもちょっとあれなんだけも、ちょっとだからでもやっぱり、そうそう、坊主、メガネ、マッシュヘアのこの3人がそれば花子っていうもう素晴らしいさ、構図。確かにね。素晴らしい。単体で見たら確かに、そうなのかな。だけど、わかんないけど。みんなもやっぱ坊主、メガネ、マッシュヘアを見たら、花子だと思うじゃない。確かに、こう感じればね。しかもこの並びの感じでしょ。っていう、やっぱだから、グループとか書いてあげるときはね、ぜひそのグループの感じの特徴みたいなのも、やってあげればね、みんな結構グループで推してる場合もあるだろうから。確かに。より本物に似せれるんじゃないかなと思う。いっぱい書かなきゃいけないけどね。いけないけど、よりこの本人たちらしさをより出して、この人はこの人だ、この人はこの人だって理解してもらえるっていうことにもつながるので、ぜひそういう風な書き方も考えてみてください。よろしかったらチャンネル登録と高評価ボタンもよろしくお願いします。ではまた他の動画でお会いしましょう。漫画家の新本慎と。バイバーイ。